花は心のビタミン、すべてのパワーを絞り出す本物を目指して頑張る。はい、では、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい、では、いくつか質問をさせていただこうと思うんですけれども、では早速今日の気分はどうでしょうか？すごいめちゃくちゃハッピーですよ。こんなに晴れましたしね、もう緑の中で誰もいませんでしょ。気分いいです。ありがとうございます。好きな季節教えていただいてよろしいですか？季節ね、私ね結構ね新緑の頃ももちろん美しいし、今もう夏ですから緑がこんなに青々としてるんですけど、紅葉はやっぱりどことなくこう物悲しげな感じもするし、あと冬の雪景色が本当に綺麗なんですよ。もちろん表参道もそうだし、ね、鎌倉のお家もそうですけど、特にやっぱりこのね軽井沢の雪景色は本当に最高だと思いますね。出身地を教えていただいてよろしいですか？出身地はもうまさしく東京です。東京の練馬区の石神井というところで生まれ育ちました。一日の中で一番好きな時間ってありますか？どちらかというとやっぱり午前中ですね。朝ですね。なんかこう希望に満ちたっていうんでしょうかね。いろんなことがこれから起こるようなね、そんな雰囲気がありますし、だんだん午後になって夕方になって暗くなって、でもう夜になっちゃうともう一日終わっちゃうわけじゃないですか。一日終わっちゃうともうそれで一日年取っちゃったってことになるわけですよ。もう63ですから、やっぱり何といっても朝いいですね。気持ちいいですね。はい。仕事だとかご趣味だとかを含めて何をしている時が一番楽しいと感じますか？なんでしょうね。すごい気に入った空間に身を委ねて、でなおかつ、美しい音楽がね、音楽ピアノが大好きです。クラシックが大好きです。そういうのもあるし、自然のね音だけ、もう自然のまんまね、そんな具合がいいかなと思いますね。はい。簡単な質問、好きな食べ物教えてください。お寿司です。はい。どんなネタがお好きですか？マグロ、赤身、あとは、カニとか、あとタコとかも好きですね。あと数の子いいですね。好きなお色教えていただいてよろしいですか？色ね、なんでしょうね。緑はもちろんね一番定番なんですけど、赤とか黄色とかブルーとか結構ビビッドな色も好きだし、あとピンク、紫系、色ってね、花の自然の色もあるし人工的な色もあるし、すごくこう自分の作風も色彩感覚っていうのはすごく大事にしてるので、一色にはねすいません決められない、さまざまな色大好きですし、ファッションなんかもどっちかというとモノトーンよりは色がある方が好きですよね。好きな言葉教えていただいてよろしいですか？花は心のビタミン、これモットーでございます。体にいいものね、例えばねお肉だね、野菜だ、あとはビタミン剤なんかいっぱいいろいろありますでしょね。そのビタミン剤ということで体にいいんだけど、やっぱり精神衛生上ね、何が一番大事かっていうとね、美しいものですよね。ね、そして花を私はね、やってるので、花は心のビタミンという具合にねさせていただいてますね。好きな音楽について教えていただいてよろしいですか？好きな音楽、やっぱり好きな音楽は何といっても、クラシックですね。クラシックのしかもピアノ曲が好きですね。ソロのものももちろん、それからね二重奏ね、トリオ、五重奏、そしてもっともっとね楽器が増えてピアノコンチェルトなんても好きですし、あとはねよくコンサートでもやるんですけど、自分もピアノも弾くもんですから、ソロはもちろん連弾だとかね、そして2台のためのピアノのねいろんなさまざまな曲、割と簡単に弾けるのから、もう超絶技巧のね大家じゃないとね弾けないようなのはよく聴いたりしてね楽しんでますね。好きな映画教えていただいてよろしいですか？好きな映画ね、ちょっと面白いところで言うと、メリル・ストリップなんかが出るのは結構好きですね。プラダを着た悪魔、これはねめちゃくちゃ笑えてね、うちのスタッフにも全員ちゃんとこれを見ろってね言ってるぐらいですね。あとはね大林宣彦さんのね、いろんな撮った映画は大好きですね。
料理はされますか？もうね、なんといっても料理は私は糖尿病なので自分でね料理しないと、生き延びていけませんから。外食はやっぱりちょっと味が濃いでしょ、脂っこいでしょ、ね、なのでどちらかというと自炊ですよね。自分で料理して、ね、家族、ね、の食事作ったり、ね、それからまたねちょっとお友達呼んでちょっとしたねミニパーティーなんかしたりとかね、そんなことやってますね。料理はねもう素材ですよ。なんといってもね出汁を効かせて有機でね作ったお野菜だとかね、それからお肉なんかももちろんそうですね、添加物を含まないでね自然農法で作ったもの、体に一番いいものをなるだけ選んでね食材にして作ってますね。一番の得意料理って教えていただいてよろしいですか？なんでしょうね。昔はねよく煮込み料理なんかねいっぱいしましたけどね、ポトフだとかカレーだとかね、ミートソースとかね手作りやりましたけど、今はやっぱりちょっと和食系が体にねすごくいいもの、素材の良さ、それで出汁を効かせた和食系がねすごく得意料理になりましたね。スイーツなどはお好きですか？スイーツ大好きですよ。もうね昔はね甘いものが大好きでスイーツバイキングもうこればっかり言ってたんで糖尿病になっちゃったんで、もう今はねもう1日に1回ぐらいかな。お酒など飲まれますか？お酒はね昔はよく飲んだんです。でも糖尿病になってからはもう全く飲まなくなりました。調味料でワイン使うぐらいでちょっとしたパーティーでシャンパンをちょっとグラス3分の1ぐらいかな、もうそのぐらいでもう十分です。その分ね皆さんに飲んでもらいます。ファッションのこだわりなどございますか？ファッションのこだわり、ファッションのこだわりは例えば最近凝ってるのはやっぱりポール・スミスは大好きですね。コロナ前は年に2回3回はロンドンにね直接行ったり、あとリバティなんていうところでも、これはちなみにリバティですね。リバティのね百貨店があるんで、そこで3枚5枚ね、ポール・スミスも3枚5枚ね、シャツ系が結構多いですね。それから年に1回2回パリにも行きますし、あとはねアムステルダムがオランダのアムステルダムチューリップ大使をしてますんでね必ず参りますし、いつかっていうとやっぱりヨーロッパの方が好きですね。あとはヨーロッパはなんといってもガーデニングなんかが盛んでしょ。こうやって建築はもちろんですけど、そういったのもね自分は好きですよね。オフの日の過ごし方教えていただいてよろしいですか？なんといってもピアノで練習をするのと、あと今うちに大型犬が2匹とそれから小型犬が3匹いるので、もう犬と戯れる、これはもう本当に至福の時ですよね。散歩もね鎌倉はね庭が1000坪以上あるんで、すごいやっぱりね駆けずり回って遊んでくれるんでね、お犬様ファーストで今暮らしてますよ。朝何時に起きますか？朝はね仕事があるともう5時6時の時もありますけど、だいたい8時ぐらいですかね。で鎌倉、それからこの軽井沢いると朝が本当早いですよ。もうね5時半とか6時にはパッと目が開いちゃいます。なんでしょう、やっぱ環境がいいからですかね。鎌倉もねもう緑、もう見渡す限りで緑なんですよ。緑って本当になんかエネルギーが湧き上がるっていうかね、いいですよ。表参道はね周り全部家とねマンションで家の中はね装飾から何からすごい素敵なんです。宮殿みたいな感じなんですけど、やっぱりちょっともういいかなっていう、そういう感じにだんだん年取ってくるとなってきましたね。朝起きた時に一日の始まりに必ずすることってありますか？そうですね、やっぱりお茶飲むことですね。日本茶も大好きですし、それからコーヒーなんかももちろん大好きです。コーヒーは1日 4,5 杯は必ずリラックスするために飲みますし、それからお茶はもう濃いのが好きですね。母が好きだったんですよ。でやっぱりカテキンがねいっぱい含まれてますし、でそのお茶もなるだけ有機で作ったね、有機栽培で作ったお茶は安心でしょね、そういったものをなるだけね手に入れていただくような場合してますね。夜は何時に寝ますか？夜遅いですよ。12時前に寝た試しないですね。でも大体ね昼間がね仕事してますでしょ、テレビとか見れませんでしょ、録画をしとくんですよね。取りだめしてあるわけなんですよ。
でそれをやっぱりちゃんと見るっていうのは夜11時12時1時2時3時ぐらいまで見ちゃうことありますね。だからどっちかっていうとやっぱり睡眠時間は少ない方ですよ。これ本当はダメなんですけどね、そこを改善したいところですね。では寝る前に必ずすることっていうのはそういう取りだめたテレビなんかをそうですね、見られるということでもね、あんまりね30分か1時間前にお風呂入りますけど、余計なこと考えない。もうね心配事とかね、人間だから生きてるからいろいろとあるんですけど、もう一切そういうのはねもうシャットアウト。もういいことだけね、いいことあったあれこれね、なんか希望に満ちたようなそんなことを割と思いながらで休んでますね。そうすると結構ね熟睡できるんですよ。なんか思い悩んだ、なんかもうぐちぐちしてるといつまで経っても眠れないし、それからね熟睡できないんじゃないかなと思いますよ。子供の頃の夢教えていただいてよろしいですか？子供の頃の夢ね、実はね作文が出てきたんですよ。でそれ見たら偉い画家になるって出てましたよ。でいっぱいお弟子さんがいて画家になってね芸術を極めるって、そんな作文ね小学校の時に作ってたんですよ。だから画家にはならなかったんで華道家になったので、先生としてね生徒さんもお弟子さんがいっぱいいますしね、で一応芸術家の端くれなのでなんだかんだねありましたけどね、一応億万長者にもなりましたからね。こうやっていっぱい家もあるしね、お庭もあるしね、そこそこはなんとか夢が達成してるのかなっていう気がしますね。でももう本当に子供の頃からアーティストの道を目指されていたということで、でもね、全然ね例えばですけどテレビに出たいなんていうのはね一回も思ったことないですよ。よくね皆さんテレビに出て有名になりたいとかね、タレントになりたいとかね、女優さんになりたいとかね、お笑いになりたいとか、そういう方ばっかりでしょ今。でも自分は本当に実は全く興味なかったんですよ。でたまたま芸術っていうことで、アート番組からそこでやっぱりなんかそういうプロデューサーさんとかが声かけてくださって「金スマ」なんてのもう20年まるまるやってましたよ。それからプレバトももう6年まるまるやらせていただいてましたしね。あと本当にいろんなレギュラーだなんだかんだもね、もう5本6本の頃もありましたけど、でも今はねもう山のようにやることがいっぱいあるので、もうちょっとテレビからはもう遠ざかってますけど、かえってそれがね自分のやりたいことがもうやれなかったことがいっぱいあるんですよ。ね、我慢してたこと、ね、時間がなくてできなかったこと、それがやっと今できてるっていう、なんかすっごく充実した人生を今送らせてもらってますね。もう本当に感謝感謝ですね。18歳の自分に言いたいことってありますか？なんでしょう。戻りたいよね本当にね。もっともっとね勉強したかったですね。私はねその頃は18歳の頃は浪人をしてたのでね、ただね、予備校通ってね試験勉強だけ、なんか今考えるとね、それがあったからこそ今ですけど、やっぱりもっともっとね凝縮して一生懸命やって短時間でパッとやってよかったなっていうのは思い出してありますよ。だからいっぱい勉強したかった、ピアノも勉強したかった、ね、語学も勉強したかった、ね、そういったのがやっぱりどうしてもね、なかなか今となってはと思いますね。お花が好きになったきっかけについて教えていただいてよろしいですか？花がね好きになったきっかけはもうこれは両親ですよ。両親は、地方からね鹿児島とそれから長野県からね東京出てきて、で結婚をして、で私が生まれたんですけど、もう本当に小さい頃から園芸が大好きでね、園芸少年でねお花を育ててたんです。で花育てて、それで大学の頃にちょっとたまたまテレビを見たら生け花の先生がね花材をね、そして、器をでお花を生けて、ね、お玄関に飾ったり床の間に飾ったりリビングになんていうそういったね番組を見て、お花って面白いなって、生け花って面白いなと思うようになって、すぐに自分で選んで見つけて通うようになって、もうあれよあれよという間にもう大好きになっちゃったんで、そしたらもう気がついたら40年経ってましたね。今年でねもう40年になります、生け花始めてね。華道と出会ったのはいつになりますか？華道と出会ったのがですから40年前ですから23歳の時かな、大学の時ですね。
大学の勉強よりも生け花の方が面白くなっちゃってね、のめり込みましたね。でも生け花オンリーじゃなくて、銀だとかね神田の画廊に足しげく通うようになって、で現代美術、それから彫刻、絵画、そういった芸術の全般ですね、それを本物を見れるようになって、お花だけじゃないんだなって、そういうのを改現したような気がしますね。一番好きなお花についてお伺いしてよろしいですか？そうですね、自分の名前のついたね、正午エレガンっていうバラがあるんですよ。バラの花はね、折々ねお花屋さんにありますからね、大好きですけど、あとは何といっても百花の王であるボタンの花。これね、ボタンの花は島根県のね大根島ってあるんですけど、そこでね日本庭園有志園さんっていうのがあって、そこで毎年、お正月過ぎると大雪の中ね搬入をしまして、大個展をやらせていただいて、それが会期が3ヶ月あるんです。でボタンの花大好きになって、この庭にも何か所か植えてあるんですけど、ボタンはいいですよ。で実はその有志園さんにね、鎌倉の、庭をまた大改造を依頼して、今ねもう9月からね着工するんですけどね、その今プラン作りがねすごく楽しいですよ。では逆に苦手な花って終わりになったりしますか？苦手な花ね、そうですね、苦手なのってそんなにないですね。これあんまり好きじゃないんじゃないと思っても、特集とかね企画があって、これいけてなんて言うと、何度も何度もやってると、あれこんな良さがあるんじゃないって、そういうなんか発見っていうのがあって、だんだん苦手の花ってもう減ってきてますね。だからね、かえってね、この庭もアナベルっていうねアジサイの一種なんですけど、それいっぱい植えたんですよ。あんまりアナベルって知らなかったんですけど、この軽井沢に来ていっぱい植えてもらって、こんなにいいものないんだなってつくづく再発見っていうものがありますよ。だからこれからもまだまだ勉強しなくちゃいけないなってすごく思いますね。狩矢崎様が贈られて嬉しい花ってありますか？ランの花なんか好きですね。オンシジュームにシンビジュームにコチョウランにバンダランなんてね、そういったのはなんかとってもこうちょっと肉厚なんですけど、なんかちょっとこうエキゾチックな感じがするし、いかにもなんかこうゴージャスなそんな感じもしますよね。逆にお花を贈ることがあると思うんですけれども、どんな時にお花を贈りますか？やっぱりお祝い事ですよ。冠婚葬祭はもちろんね、いろんなそれぞれの人生の節目節目、それからちょっとしたプレゼント、海外なんかだとパリなんか行くとね、お友達のうちに招待されたりなんかすると、もうどこにでもブーケってね、10ユーロ20ユーロ30ユーロなんかで素敵なブーケがもうねそのまんま作られたの売ってるので、ポンとそれね予算に応じて買って、ちょっと足元をうまくやってもらえばそのまんま持ってけますでしょ。でワインとかお菓子とかね買ってプレゼントってね、お呼ばれなんかの時はそれ持ってまいりますよ。やっぱお花ってどういうわけですか、すごい喜んでもらえますからね。いつでももちろんね、気が向いたらねプレゼントされるといいんじゃないですか。お仕事をされる時に一番こだわっている道具などはありますか？道具ね、ちょっとしたものだとハサミはもちろんだし、器はもちろんだし、それからやっぱり大物になるとインパクトだとかね、ノコギリだとかね、そういったもうクレーンみたいなの持ち上げたりなんかもするぐらいの建築現場みたいになるような、そういう古典会場の設営なんてもあったりしますよ。はい。今まで一番印象に残っているお仕事はありますか？そうです。ホテルニューオータニのね一番広いお部屋でクリントン大統領がねいらした時に、日本の和これをアピールしましょうということで、もう桜を何百本、竹を何百本、レンゲを何百本、もう一番大きな広い部屋をうずめ尽くすように行けた時、これは圧巻だったですし、それからね今ね上皇様、上皇后陛下様がねご即位のね何十周年間の時に、お花を生けさせていただいたことがあるんですよ。その時もちょうど一番美しいでしょうという紅葉とね、それからね菊のお花をねたっぷりと生けさせていただいたんです。
もうそれすごくやっぱり印象に残っていらしてね、上皇后様にお会いになってね、お話しするたんびにそのことを思い出してくださってね、お話してくださいますよ。美智子ね、上皇后陛下は何しろピアノがお好きでしょ、それからお着物がお好きでしょ。お目にかかるとね、話が尽きないですね。ヘアスタイルを維持されるために美容室に行かれる頻度ってどのぐらいですか？まあね、コロナ前はね3週間に1回カラーリングで行ってましたね。今ちょっとやっぱりコロナになっちゃったのでね、なかなか回数が減ってますけどね。まあ基本は3週間に1回ですね。ペットを飼っていらっしゃると思うんですけれども、ペットのお名前教えていただいてよろしいですか？はい、ペットは、まず大型犬の、レオンベルガーの、ね、種類でレオン、それからねスパニッシュマフティフの種類でルシー、それから保護犬のルルちゃん、そして、フレンチブルドッグの福ちゃん、そしてチワワのロイちゃん、この5匹です。それぞれ一番の自慢ってありますか？愛犬の。なんでしょうね、もう本当にまず見た目がそれぞれ特徴があって可愛いで人懐っこい、そんなとこですかね。動物つながりで自分を動物に例えるとなんでしょう猫かな。割とこう自由奔放でね、甘える時は甘えるけどね、全然そうじゃない時はもうね無視するとね、自分勝手だというところが猫じゃない。尊敬する人物教えていただいて。もうこれは何といっても私の第二の母、そしてね人生の恩人である三輪明宏さんですね。そのファッションも三輪さんに影響されたというお話を伺ったんですけど。それはね赤パン赤シャツ、これエネルギーの塊だからねってね教えていただきましたよ。あとはね、人間関係複雑でしょ、ね、いいこともあれば、ね、頭にくることもあるでしょ、ね、やっぱりそんな時に、ね、見ざる言わざる聞かざる関わらざる、ね、このねさんざるプラス、ね、関わらざる、これを教えていただいてね率先してますね、それをね。では、ちょっとお話変わるんですけど、この別荘の中で一番好きなところって、どこでしょうね、はい、やっぱここと吹き抜けのこの辺りはすごくこう広々としてるって、天井高もあるし、もう全部三方四方が緑に囲まれてるというのは自分のこの理想にね近づいてきてますから好きですね。最近で一番感動した出来事ってありますか？難しいです。なんでしょうね、やっぱりアナベルの美しさかな。もう涙が出るぐらい綺麗でしたよ。今グリーンになりますけど真っ白に咲き乱れたんですよ。今年が一番綺麗だったのでね、まだ植えて2年目なんですけど、これまた来年再来年もっともっと株が大きくなるので、もうバーッともう土が見えなくなると思いますよ。やっぱ花がね、もう毎年毎年のことですよね。桜もそうですよね。来年見れるのかなってちらっとよぎるんですよ。でもまだまだって思いますね。人生で一番勇気を出したこと教えていただいてよろしいですか？家を建てる決断をした時、それからこのうちももちろんですけど、前の表参道の時はやっぱりかなりの金額がかかっちゃったんで、建物だけでまあ調度費も全部入れると5億円はかかったんですよ。ですからその時はちょっと銀行に借金もしたりとかしたんで、それはやっぱり一大決心ですよね。でももう返しちゃいました。はい。お仕事での心がけ、モットーなどありますか？もう何といっても全てのパワーを絞り出す、本物を目指して頑張る。お金は関係ないです。10万円の予算だったら10万円全部使い果たしてます。赤になってでもいいものを作ろうと、そういう意気込み、それはもう本当にデビューした頃からそうでしたね。それが実はまた仕事が次の仕事を生み出すんですよ。手を抜くと絶対それはねバレますね。やっぱりそれとても大事なことだと思います。仕事で一番楽しいと思う瞬間教えていただいてよろしいですか？それはやっぱりね、クライアントさんがすっごい喜んでくださった時、そしてそこにいらしてくださったお客様がああいいなって、なんかそういったね感想とかがねなんとなく聞こえてくるんですよね。人づてとかね、ああよかったなって、一生懸命やった甲斐があったなって
そうするとなんかまたパワーをいただけるような気がして、またもっと頑張ろうっていう気持ちになれますね。お仕事で失敗したなと思った経験って？失敗いっぱいありますよ。もう数えきれないです。でもやっぱり失敗ってね、成功のもとっていうわけじゃないんですけど、二度とその失敗を繰り返さない、これはもう鉄則ですよね。例えばですけど、ね、叱られたこととかあるじゃない、人間って。でもまたやっちゃう、またなんて言ったらもうね、もうクビですよ、終わりですよ。人生もそこでぽいね。そうじゃないように、一度やった失敗は二度と犯さないということをね、肝に銘じて気をつけるってこととても大事だと思います。あとは一つ二つぐらいの先じゃダメなんですよ。もう5個も10個も先のことを考えてね、もう展開しておくんです。でこう来たらこう、これダメでもうこっちからこうなるみたいな。自分はね、将棋とかできないんですけど、将棋の感覚なんじゃないですか、世の中って。そうするとうまくいくんじゃないかなと思います。それもあってプララを切った悪魔はぜひ見といた方がいいと思うんです。人生で一番の成功ってどんなものですか？まだね、自分はね、発展途上です。これで終わりってところがね、まだね見えてないんですよ。まだまだなんかやれるなって、やりたいなっていう夢を追い続けてますね。もちろんね、人にはできないようなすごいことをねやってきてるんですけど、で自分ではそういう感覚全くないんですよ。これで完成っていうのが、そういうのがないですね。もう出来上がったらそれ過去のものなんですよ。でもっと違うことやりたいな、もっとすごいことできるんじゃないかなっていうのが、もう過去は変えられないからね、振り返るより前を見るっていう、その姿勢で貫いてますね。新しく今後チャレンジしたいことってございますか？私はやっぱり建築、歴史的な、ね、建物って大好きなんですけど、こういったところでお城もそうです、それから宮殿なんかもそうです、お寺なんかもそうです、そういったところで歴史的な建築物に挑むというこのシリーズがライフワークなんですよ。お花を生けるっていうのが。でこれはまだまだ日本中いっぱいありますし、世界にも、ね、歴史的な建築物、ここと、ね、タッグを組んでコラボレーションをする、そういう空間を生かしてお花を生ける、個展をする、でお客様がいっぱい来てくださる、経済効果につながる、これはまだまだいっぱいやるところがあります。ね、これ命ある限り続けていきたいと思ってます。華道の魅力、ズバリ教えていただいてよろしいですか？これはね、もう簡単ですよ。もう見てわかる。美しいな、なんかほっとする、ね、癒されて元気が湧き出てくる、そういったところが素敵なことだと思いますね。ではラストです。華道を始める方へ一言お願いできますか？もう簡単ですよ。もし思ったらやってみる、ね、そこが始まりで、それから一歩ずつ、ね、踏み込んで、ね、上はキリがないです。本当に人生のね、伴侶じゃないですけど、人生の生きがいになると思いますよ。ね、ぜひ続けてみてください。始めてみてください。生け花楽しいですよ。ありがとうございました。参考になったかな？私が直接指導いたします花の教室のご案内です。15,000コースと30,000円コースと2つのコースがありまして、それでまた生け花コースか、それかまたは狩矢崎書房スタイル、この2つのうちから選んでいただきます。お花を3つ生けていただきます。デモンストレーションをさせていただきます。そして美味しいお菓子と和菓子、洋菓子、ね、お茶会付きというコースが30,000円コースです。デモンストレーションが講師がやって、お茶会なしというのが15,000円コースでございます。ぜひ銀座港皆様おいでください。お待ち申し上げております。私が直接指導いたします。